もこんにちは、セリナです。先日、ジバンシー様より新プリズムリーブルサロンイベントにご招待いただき、9月6日にアップグレードして新登場するプリズムリーブルをお試しさせていただきました。今回の動画では、リニューアル前とリニューアル後の違いについての比較はもちろん、大注目の新色ナンバー00オバルセントチュールを含む全5色を全色レビューしていきます。それぞれのパウダーのカラー補正効果や質感、視線光で見た時の仕上がりをご紹介していきますので、パウダー選びに迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。また、こちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や崩れに強い人気のリキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、チークリップなどの全色レビュー、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容をアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ジバンシープリズムリーブルナンバー00オバルセントチュール、ナンバー01パステルシフォン、ナンバー02ホワイトサテン、ナンバー03ローズベール、ナンバー04アシッドシフォン。プリズムリーブルがアップグレードして新登場。すでにデビューから35年を数え、今も世界で9秒に1個が売れているジバンシー市場のベストセラープリズムリーブル。4色フェイスパウダーの先駆者として光と粉体の魔法によるバリエーションを次々と世に送り出してきました。そのプリズムリーブルがこの秋さらなる進化を遂げ新登場します。清らかさまで極まった光透明感、独自のプリズマティックライトテクノロジーが肌の奥底で反射し増幅し合うような光を演出し、一体感のあるほのかな粉ツヤを再現。透明感のその先へ行く精光美肌へ。超微粒子による素肌感と崩れにくさ、マイクロナイズドパウダーがフィットして精度が高まった天平画のイメージそのままに崩れにくく、よりリアルな素肌美を演出。さらに進化した色補正力とぼかし効果、全シェード共通の手法でこれまでより長時間続く補正力やぼかし効果により肌悩みを洗い上げる補正力が進化。ナンバー00オバルセントチュールは清らかな澄み肌を叶えるユニバーサルシェード。ナンバー01パステルシフォンは明るい透明感を叶えるシェード。ナンバー02ホワイトサテンは滑らかな陶器肌を叶えるシェード。ナンバー03ローズベールは華やかな血色美肌を叶えるシェード。そしてナンバー04アシッドシフォンは生命感あるさえ肌を叶えるシェード。まずはリニューアル前とリニューアル後の違いについてから比較していきたいと思います。今回はリニューアル前からの人気色ナンバー01のパステルシフォンで違いを見ていきます。まずパッケージのデザインはこんな感じで変わっていて、容器もリニューアル後の方がほんの少しだけ大きくなっています。中にセットされているパフは大きさや厚み、形などに変化は感じなかったです。そして配色についてはこんな感じで、リニューアル前もリニューアル後も同じカラーラインナップで揃っています。ではまずはこちら側半分にリニューアル前の01を塗っていきます。4色のパウダーを均一につけたいときは付属のパフを使って塗るのがおすすめとのことで、パフについているパウダーをこんな感じでフェイスラインに当てて、ここから軽くなじませていくと顔全体に均一にパウダーが乗るそうです。微細な粉質で肌にスッと溶け込みながら毛穴や凹凸をきれいにカバーしてくれるところがプリズムリーブルの最大の特徴でした。はい、まずはこちら側半分にリニューアル前のナンバー01パステルシフォンを塗ってみました。今回ファンデーションはツヤがしっかり出るタイプのジバンシーのクッションファンデーションを使用しているので、比較をするとよりこちらのパウダーのセミマット感がわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、軽やかで厚塗り感は出ないけれど毛穴や凹凸を感じさせないような高い補正効果がありました。では反対側にはリニューアル後のナンバー01を塗っていきます。リニューアル後は肌悩みを洗い上げるような補正力がアップしたとのことですが、一塗りでもこんな感じでかなりカラー補正効果が高まっているのがわかります。
粉質はさらに微粒子になった感じがしますが、フィルターをかけたような補正効果が高まっています。はい、こちら側にはリニューアル後を塗ってみました。どちらも同じカラーですが、比較をするとリニューアル後のカラー補正効果の高さがかなりわかりやすいですよね。ブルーやグリーンなどの透明感を引き出してくれるカラーがさらにしっかりと肌に乗るような感じがします。ただ、カラー補正効果はかなり高まりましたが、パウダーの粒子はさらに細かくなったので、しっかりと色補正をしてくれていますが、首から浮いてしまったり、不自然なトーンアップ感にならないところがものすごく優秀だなと思いました。近くで見るとリニューアル後のパウダーの粒子の細かさがわかりやすくて、しっかりと肌の上にパウダーは乗っていますが、かなり微細なので、毛穴を全く感じさせないような肌に仕上がっています。リニューアル前もものすごく綺麗だなと思っていましたが、やはりリニューアル後はさらに進化していますね。アップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもパールやラメは感じないセミマット仕上がりです。そして自然光で見てもやはりリニューアル後のカラー補正効果の高さが分かりやすいと思います。しっかりとトーンアップしてくれていますが、首から浮くこともなくとても綺麗ですよね。そして肌表面を触った感じはどちらもかなりサラサラに仕上がっていますが、やはりリニューアル後の方がパウダーがさらに微粒子になっているからか、より滑らかでふんわりとした触り心地になっている感じがします。香りについてはリニューアル前もリニューアル後も変化を感じなく、どちらもフレグランスのような香りが少し強めに香ります。粉っぽさや厚塗り感を出さずに毛穴レスなサラサラ肌に仕上げてくれるところはそのまま継続していますが、リニューアル後はカラー補正効果がさらに高まりつつ、かなり微粒子になっていました。しっかりとカラー補正効果は欲しいけれど首から浮いてしまうのは苦手という方や、超微粒子のパウダーで毛穴レスな肌に仕上げたいという方にかなりおすすめです。ではここからはマスクをしたまま30分ほど運動をして汗をかいた時の汗崩れの違いも見ていきたいと思います。はい、30分ほど運動して汗をかいた後にティッシュオフをした状態の肌はこんな感じでした。30分間の間にかなり汗をかきましたが、近くで見てもこんな感じで、マスクをしていたので鼻の頭はファンデーションから剥げてしまっていますが、リニューアル前もリニューアル後も皮脂やテカリが出てくることなく、かなり汗崩れに強いなと思いました。比較をするとリニューアル後の方が若干顔の中心のパウダーが肌に馴染んでいる感じがしますが、それでも油っぽさやベタつきは出ていないです。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じはどちらも小鼻の横や顔の中心など同じくらいサラサラのままの状態を保ってくれています。今回のリニューアルでかなり微粒子になりましたが、リニューアル前の崩れにくさもしっかりと継続してくれています。そして汗をかいた後もしっかりとカラー補正効果が残ってくれているので、くすみも気にせずに過ごせそうです。ではここからは今回新たに新色として加わった00のバルセントチュールを01から04までのリニューアル前からの継続カラーと比較しながらご紹介していきたいと思います。まずはこちら側に新色のバルセントチュールを塗っていきます。バルセントチュールはラベンダーや明るいピンク、ホワイトなどが入っているので、明るさがしっかりと出るタイプなのかなと思っていましたが、肌の上にのせるとこんな感じで、カラー説明にもある通りのユニバーサルシェードなので、自然に透明感を与えつつも肌から浮くことなく、とても使いやすいカラーです。はい、こちら側半分に新色の00バルセントチュールを塗ってみました。バルセントチュールにはかなり微細で自然なパールが配合されているので、パフを使ってしっかりとパウダーをのせても滑らかな陶器のようなツヤが肌に乗ってくれます。近くで見てもこんな感じで、先ほどご紹介したセミマットタイプのナンバー01と同様に綺麗に毛穴や凹凸はカバーしつつも自然な透け感と滑らかなツヤが乗っています。そしてパフで磨いていくとこんな感じで内側から発光したような自然なツヤを演出することもできます。この毛穴レス感と滑らかな陶器のようなツヤ感のバランスがものすごく綺麗ですよね。近くで見てもこんな感じで不自然なパール感はないので、ツヤが出るタイプのパウダーを使うと毛穴が気になるという方にも安心して使っていただきやすいと思います。
そしてカラー補正効果もとてもナチュラルで、顔の中心にはラベンダーやピンクなどの透明感をしっかりと感じられますが、普段標準色のファンデーションを使用することが多い私の肌でも首から浮く感じが全く気にならないので、いろいろな肌色の方に使っていただきやすいと思います。新色の00番、ものすごく綺麗だなと思います。では反対側には先ほどご紹介したナンバー01のパステルシフォンを塗って比較していきます。パステルシフォンはセミマットタイプだからか、反対に塗っている00よりもさらに毛穴補正効果が高い感じがします。はい、こちら側には新色のナンバー00バルセントチュール。反対側にはリニューアル前からの人気色ナンバー01パステルシフォンを塗ってみました。こうして比較をしてみると、パステルシフォンの毛穴を全く感じさせないようなセミマット仕上がりと、バルセントチュールの毛穴レスながらも陶器のような滑らかなツヤが出ている感じがわかりやすいと思います。どちらも近くで見ても厚塗り感のない仕上がりですが、やはりセミマットタイプは毛穴や凹凸を全く感じさせないような仕上がり、バルセントチュールは程よく素肌の透け感があるような仕上がりです。アップで比較するとこんな感じの違いです。そしてカラー補正効果についても結構違いがある印象で、見た目のイメージだと全体的に明るめのトーンが揃っているオパルセントチュールの方が肌トーンがしっかりとアップしそうなイメージですが、実際に肌の上にのせてみるとブルーやグリーンのカラー補正効果がしっかりと効くパステルショーンの方がよりトーンアップ効果が高いなと感じました。しっかりとカラー補正効果があり、すっきりとしたセミマット肌に仕上げたいときはパステルシフォン、毛穴補正しつつ自然なツヤも欲しいときは新色のバルセントチュールなど、気分によって使い分けするのもすごくいいんじゃないかなと思いました。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると新色のバルセントチュールは顔の中心に微細なパールが乗っているのが分かりやすいと思います。それでも自然光で見てもギラついてしまうほどではないので、とても使いやすいと思います。それぞれの質感の違いがより分かりやすいですね。では続いてナンバー02のホワイトサテンと比較をしていきます。ホワイトサテンもパールが配合されているタイプなのと、ラベンダーのカラーも入っているので、新色のバルセントチュールと共通する部分が多いカラーだなと思います。はい、バルセントチュールとホワイトサテン比較してみるとこんな感じでした。どちらもパールが配合されているカラーなので自然なツヤが出ていますが、ツヤの種類が異なる印象で、バルセントチュールは肌に馴染むようなパール感で磨き上げたようなツヤが出ているのに対して、ホワイトサテンはセミマットのベースに顔を動かすと自然なパールがキラッと輝いて立体的なツヤを感じます。アップで比較するとこんな感じの違いです。肌全体を滑らかなイメージに見せてくれるようなツヤ感がお好きな方はバルセントチュールがおすすめ。セミマットなパウダーで毛穴や凹凸を一度フラットにした上に自然なツヤを感じるようなメリハリのあるツヤ肌にしたい方はホワイトサテンがおすすめかなと思います。そして比較をしてみるとカラーの違いも結構わかりやすくて、どちらも透明感を引き出してくれるようなラベンダーカラーが配合されていますが、ホワイトサテンは肌トーンを自然に整えてくれるようなベージュやイエロー系のカラーも配合されているので、より素肌に近いイメージで仕上がっています。似ているイメージに仕上がるかなと思いましたが、ツヤの質感もカラーも違いを楽しむことができました。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとホワイトサテンの上から乗っているパウダーがラメのようにきらめく感じが分かりやすいと思います。続いてナンバー03のローズベールです。ローズベールはピンクのカラーが入っているので、自然に肌に血色感を与えてくれます。柔らかい印象の肌に仕上げたい時に綺麗なカラーですよね。はい、ナンバー03のローズベール、バルセントチュールと比較をするとこんな感じでした。ローズベールもパールが配合されているカラーですが、こちら側に塗っているバルセントチュールと先ほどご紹介したホワイトサテンのちょうど中間くらいのツヤを感じます。近くで見てもしっかりと毛穴補正はしつつも、ホワイトサテンよりも全体的にパールのようなツヤを感じることができます。バルセントチュールにさらに毛穴補正効果をプラスしたいという時に、こちらのローズベールとても使いやすいんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。
そしてカラーについては、ローズチュールは4色中3色がオレンジやピンクのニュアンスなので、肌全体に柔らかさや血色感を与えてくれています。首から浮いてしまうような白っぽいピンク系ではなく、肌の色に近いような自然なピンクカラーなので、血色感をアップさせたい方におすすめです。チークレスなメイクの時にも程よく血色感のある肌を演出してくれているので、活躍してくれそうだなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると、ローズチュールの血色感が肌にしっかりと乗っている感じがわかりやすいと思います。どちらもしっかりとツヤを感じられて、とても綺麗です。最後はナンバー04のアシッドシフォンです。アシッドシフォンは一番最初にご紹介したナンバー01のパステルシフォンと同様のパールが配合されていないセミマットタイプです。はい、ナンバー04のアシッドシフォン、パルセントチュールと比較をするとこんな感じでした。アシッドシフォンはパールが含まれていないカラーなので、こんな感じで重ねれば重ねるほど毛穴レスで滑らかな肌を演出してくれます。アップで比較するとこんな感じです。そしてアシッドシフォンは見た目でも分かりやすいように、全5色の中でも特に1色1色の彩度が高いので、パフを使ってしっかりと肌にのせるとメリハリのある立体的な肌を演出してくれます。明るさや透明感を出すカラーコントロールよりも、メリハリや立体感、健康的な印象に仕上げたい時におすすめなパウダーです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりバルセントチュールの自然な透明感とツヤがある感じと、アシッドシフォンのセミマットで立体感とメリハリ感のある肌の違いが分かりやすいと思います。はい、ではこんな感じで9月6日にリニューアルをするジバンシーのプリズムレーベルを全色レビューしていきました。リニューアル前からの毛穴の成効果や汗や皮脂崩れの強さはそのままに、リニューアル後は同質は微細になっていますが、カラー補正効果がしっかりと出ているので、それぞれのカラーの特徴を楽しめるところがとてもいいなと思いました。個人的には新色のナンバー00パルセントチュールの絶妙なツヤ感がとても綺麗だなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。